どうもこんにちは、ゆきひこです。皆さん明けましておめでとうございます。2025もよろしくお願いします。ということで、さあ、今年一発目の動画です。今日はね、DJ の基本中の基本ですね。曲探しについてね、ちょっと話そうかなと思ってるんですけど、最近ね、僕の動画がガジェット系 YouTuber みたいになってたので、ちゃんとね、軌道修正していかないといけないなと思っておりまして、個人的にはね、機材動画みたいなやつは見るのも作るのも好きなのでいいんですけど、その DJ 機材を買いました。じゃあ次何するのって言ったら曲を集めるわけじゃないですか。DJ 始めるにはね、まず何はともあれ曲を持ってないと話にならないわけなんですけど、DJ をやってるとどこで曲手に入れてるんですかっていう質問をよくされます。僕の場合ね、DJ を始めようとまず決めてから、子供の頃から集めてきた曲があるにはあったんですけど、それだけでは全然手数が足りないので、まずはレコードプールに登録するところから始めました。レコードプールっていうのは定額で楽曲を取り放題できるサイトのことです。1曲ずつ購入する必要がないので、定額さえ払っていれば何曲でも金額を気にせずダウンロードができるっていうのがありがたいです。1ヶ月に何十曲と使う DJ にはやっぱりね、なくてはならないサイトです。特にね、DJ 始めたばかりの時はとにかく曲の手持ちが少なかったので、いいなって思った曲はもう手当たり次第ダウンロードしてましたね。ここで一気に曲数増やしました。僕の場合 DJ っていうサイト使ってましたね。めちゃくちゃ定番のサイトです。それでこの DJ シティに置いてない曲なんかは iTunes ストアとかビートポートとか1曲ずつ買い切りでダウンロードしたりとか、あとは CD のレンタルしたりとかしてましたね。他にもね、いろんなサイトを右往左往してるぐらいでやってることは今も変わんないです。だから基本的にはネットからのダウンロードと CD のレンタル。もちろんどの方法で曲を手に入れてもいいんですけど、それぞれの方法にメリットデメリットがあったりするので、どんな方法をどんな割合で使うのかっていうのは人によるところだと思います。今日はね、その辺の話をしていこうかなと思うので、曲の探し方に困ってる人なんかはね、ちょっと参考にしてもらえたらなと思います。僕が主に使ってる方法は大まかに3つです。一つはさっきも言ったダウンロードサイトを使ってネットからダウンロードする方法がありますよね。海外のサイトなんかも含めると本当にいろんなサイトがあります。一般的な手段としてはこれが一番使ってる人が多いのかな。それと物理媒体、主に CD ですね。最近はもう触れる機会も減ってきましたけど、店舗に行って買ってきたりとかレンタルしたりとかして、それを PC の中に入れるっていう。わざわざ店舗に行かないといけないので手間がかかるんですけど、意外と使い道あります。最後にストリーミングサービスですね。これは割と最近 DJ で使えるようになったんですけど、今はもう一番勢いがありますね、おそらく。僕の動画の視聴者さんだとね、これを使ってる人が多いのかなと思ってます。感覚ですけど。今日はこの3つの方法をね、ちょっと特徴を比べてみたいなと思います。まずはダウンロードですね。まずここで2つに分けたいなと思ってるんですけど、iTunes ストアだったりレコチョクみたいな1曲ずつ購入してダウンロードするっていう方法と、定額ダウンロードのレコードプールからダウンロードする方法の2つです。1曲ずつ購入するのはね、皆さんもやると思うので、そんなに詳しく説明することもないかなと思うんですが、皆さんダウンロードするときはどんなサイト使ってますかね？ iTunes ストアとかレコチョクとかが多いんですかね？自分のお気に入りのサイトがあればそこでもちろん全然大丈夫なので、DJ で使うからって別に特別な音源じゃないといけないってことは全然ないです。強いて言うならね、音質はやっぱり気をつけてほしいかなと思います。このサイトは音質がいいとか、ここは悪いとかっていうのはないんですけど、ダウンロードするときにね、ビットレートがある程度高いものを選んでほしいなと思います。ビットレートっていうのは、何キロ BPS っていう単位で表される数字のことなんですけど、簡単に言うとその曲が1秒間にどれだけのデータ量で構成されているかっていう数字です。こういうモニターでいう解像度みたいなもんですね。4K とかフル HD とか。数字が大きければ大きいほどその詰まってるデータ量が多いっていうことなんで、音質は良くなります。DJ 音で使い勝手とかを考えると MP3 でビットレートは 320kbps がおすすめです。目当ての曲が手に入れば別にどのサイト使ってもらっても大丈夫なんですけど、世にあるサイトにはそれぞれ得意分野みたいのがあったりします。ポップスだったりヒップホップだったりメジャーな曲は大体 iTunes ストアとかレコチョクにあるので、大体の人はそこで事足りるんじゃないかな。この2つのサイトはね、日本語の曲も多く取り扱ってるので、日本の曲で DJ やっていきたいっていう人はね、ぜひ使ってみてください。そういうのじゃなくて、例えばハウスみたいな音物、歌のないダンスミュージックをやりたいんだ俺はっていう人は、このチャンネルでもよく出てきますけど、ビートポートっていうサイトだったり、他にはトラックスソースっていうサイトを探してみるといいと思います。この辺のサイトは DJ 向けのダウンロードサイトになるので、DJ にとって必要な情報、曲の BPM だったりキーだったりが最初からついてるので、めちゃくちゃありがたいです。
こういった1曲ずつ買い切りのダウンロードサイトは曲をたくさん手に入れたいっていう人にとってはちょっと高くついちゃうっていうデメリットはあるんですけど、圧倒的に豊富な曲数があるし、1ヶ月いくらっていう縛りもないので、たまに欲しい曲をちょろちょろっと買いたいよっていう人にはね、気軽でいいですよね。それともう一つのレコードプールなんですけど、もちろん定額でダウンロードし放題っていうめちゃくちゃ大きなメリットがあるじゃないですか。ただそれだけではなくて、完全に DJ に向けたサービスのものが多いので、DJ に必要な曲の BPM だったりキーといったメタデータがあらかじめ入っていたり、DJ がミックスするときに使いやすいようにリミックスされた曲とかが豊富に揃ってます。例えば曲の最初にミックスしやすいようなイントロを追加したバージョンだったり、曲の途中で BPM が変わるようにリミックスされたものだったり、違う2曲をつなげて全然違う曲みたいに仕上げたマッシュアップだったり、DJ をするときにすごい便利っていう曲から他の人と差別化したいときに使える曲までめちゃくちゃいっぱい揃ってます。ぜひ一回ね、DJ せっかく始めるんだったらレコードプールは何ヶ月か触ってみてほしいです。DJ に興味がない人だったら聞いたこともないような曲がたくさん置いてあるので。逆に普通の iTunes みたいなダウンロードサイトと比べた時のデメリットは、定額サービスっていうこともあってどんな曲でも置いてあるっていうわけではないです。置いてない曲もたくさんあるし、あったとしても基本は時間が経ったらなくなっていきます。あとはやっぱりね、サイトにもよるんですけど、1ヶ月に3、4千円っていうコストをどう捉えるかですね。世の中のね、サブスクの中でもかなり高額な方なんですよね。内容を考えるとね、高額でもなんでもないんですけど、値段だけを考えると、って考えちゃいますよね。僕の場合、欲しい曲があれば、まずレコードプールで探して、なければ iTunes ストアで探すっていう流れになることが多いですね。で、このレコードプールがね、もうめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。それぞれのサイトをね、比べるっていうことは今回はしないですけど、興味がある人はね、ちょっといろいろ調べてみてください。サンプル音源をね、順番に聞いていくだけでもそのサイトの特色がわかると思うので、ランキングがあればそれを聞いてみると、どんなジャンルに強いのかなっていうのがわかると思います。いろんなサイトをね、あっちゃこっちゃ登録するっていうよりは、自分が使いやすいなって思うところを1個決めといて、それを普段使いして置いてないものは個別に買うのがいいんじゃないかなって個人的には思います。そんな中で、初心者の方にはね、僕も使ってた DJ シティをおすすめします。ハウスからポップスまで幅広く置いてあって、ヒップホップにも強いです。レコードプールには珍しく日本のヒップホップが置いてあるっていうのもいいです。何よりね、このサイト日本語に対応しているので、それが本当にありがたい。なんでこんなに日本語対応のサイトって少ないんですかね？全然ないよね。料金は1ヶ月4000円です。さすがにいい値段しますけど、最初の1ヶ月は1500円で使えるので、その1ヶ月で思いっきりダウンロードしまくればね、DJ 始めたてで持ち曲少ないんですっていう人もね、いいスタート切れると思うので、おすすめ。検索もね、しやすいです。ジャンルだったり BPM、キーでフィルタリングもできるし、バージョン違いも個別で見つけられます。このダーティーとかクリーンとかヒップホップに多いんですけど、ちょっと下品な表現が入っているバージョンとそれを隠したバージョンですね。めちゃくちゃ使いやすい。このサイトは別に会員登録とかしなくてもサンプルは聞くことができるので、一回遊びに行くことをお勧めします。マジで時間解けるんで。以上がダウンロードで曲を手に入れる方法です。特にレコードプールはね、DJ に興味がない人には馴染みがないものだと思うので、ぜひ一回使ってみてください。音楽が好きな人だったらね、最初は取り憑かれたようにダウンロードすると思いますよ。大好きな音楽が取り放題なんてもう僕らからしたら夢のようなシチュエーションじゃないですか。ただね、取りすぎると後で整理するのがまためちゃくちゃ面倒なので、それだけ気をつけてください。僕はね、未整理の曲が溜まりすぎてダウンロードしたての曲が使えないっていうのがもう頻繁にあったので、基本的にはこういったネットからのダウンロードをメインに僕の場合使ってるんですけど、場合によっては2つ目の方法の CD レンタルも利用します。機会としてはそこまで多くないですけどね。メリットはレコードプールに置いてないような曲が大量に必要になった時にコスパよく手に入れることができます。レンタルだったらね、アルバム1枚数百円で手に入れることができると思うので、全部ダウンロードするよりもはるかに安くなることが多いです。デメリットはね、言うまでもないんですけど、こういう最近見なくなった CD を読み込むためだけにある古の機械ね。これが必要になるっていうことと、CD をそもそも借りてくるっていう手間が発生するところですね。単純にめんどくさい。
CD レンタルはね、僕の場合、例えば、誰か深掘りしたいアーティストがいた時に、そのアーティストのベストアルバムを漁りに行けば、代表曲がたくさん手に入るし、あとはコンピレーションアルバムなんかも借りたりしますね。90年代ベストヒップホップみたいなアルバムなら、間違いなく90年代に流行ったいろんなアーティストのヒップホップが入ってるので、そこからまたアーティスト掘っていったりとか。目当てのアーティストとか、ジャンルみたいな、この曲って決まってない時、あの辺の曲が大量に欲しいぞっていう、地引き網的な集め方に向いてますね。意外とね、ダウンロードサイトとかレコードプルとは違った掘り方ができるので、特にね、いろんなジャンルをやってみたいっていう人には結構おすすめです。はい。今まで話したこのダウンロードと CD が曲を所有するタイプの集め方ですね。ネットだったり CD から曲を自分の PC に保存をして、それを DJ で使うっていうものです。一方ですね、3つ目のストリーミングサービスは厳密には曲を所有しませんよね。ここが今までとは違うところです。なので図書館みたいに曲を読み込んでは戻して、また次に読み込んでは戻してっていう感じなので、PC のストレージを圧迫しないっていうのはもう大メリットです。特にスマホみたいな比較的ストレージの小さいもので DJ したい人には相性がいいです。それとその図書館の本を定額で使い放題なので、そもそも集める必要すらないです。その場で検索して使うことができるので。これはね、今までの常識が一気に壊れましたよね。DJ を始めた初日から膨大な数のライブラリから曲を選ぶことができるので、俺が今までやってきたのは一体何だったのかっていう。と、今日紹介した3つの方法の中でもね、圧倒的に手軽で初心者の方のメリットがでかいので、ここから始める人が多いのかなと思ってますし、個人的にもおすすめです。でね、逆にデメリットはっていうと、その所有しないっていうのがそのままデメリットにもなってます。使うのにやっぱりネット環境が必要になります。サービスによっては一定の数オフラインでも使えるよっていうのもあるんですけど、基本的には安定したネット環境が必須です。なのでどっか人前でやるときとか、その会場のネット環境をね、よく知っておく必要があります。僕の場合ね、それが不安で実践で使ったことないんですけど、メインで使ってる方いますかね？いたらどんな感じか教えてほしいんですけど、それと、ライブラリーがそのストリーミングサービスに依存しているので、今まであった曲がいきなりなくなってるなっていうのが稀にあったりします。この辺はね、まあしょうがないですね。あとはストリーミングの曲を使ったミックスは録音ができなかったり、ステムズとかニューラルミックスみたいな最近流行りの機能が使えなかったり、曲を手元に持ってくるまでは抜群に楽なんですけど、それを使う時にね、細々制限があったりします。あくまでお借りしているようなもんなんでね、それを複製したり、加工を施すみたいな行為は NG です。まあでもそれを押してあまりあるメリットがあるので、自宅 DJ だからそんなデメリット気になんないよっていう人はね、ストリーミングはもうめちゃくちゃおすすめです。特に DJ っていう DJ アプリがね、Apple Music を使って DJ することができるので、もうね、これだけで他に曲追加する必要なんかないっていう人がほとんどだと思います。1億曲以上あるんで。Apple Music なんて月額1080円で使えるので、DJ シティの月4000円と比べても安い上に曲数も多いですからね。現状 Apple Music が使えるのがこの DJ っていうアプリのみなので、このアプリ使ってる人はね、絶対使った方がいいっすよ。他にもね、メジャーなストリーミングサービスだとビートポートストリーミングとかビートソースとかあったりしますけど、ビートポートはね、さっき説明した音物に特化したサービスで、ビートソースはポップスとかヒップホップとかが強いです。どちらもめちゃくちゃいいサービスなんでね、一回触ってみてほしいなと思います。はい。じゃあ今日はですね、普段僕がどんな感じで曲を探しているのかっていうその方法とそれを比較してみたっていう動画でした。曲探しね、どうやってやればいいのかなって迷ってる人はぜひ参考にしてもらえたらなと思います。他にもいい方法あるよっていう人はコメント欄で教えてください。今日話したどの方法で曲を探してももちろん何でもいいんですけど、普段 Apple Music を使って DJ してる人にもね、一回でいいからレコードプールはちょっと使ってみてほしいなと思います。どのサイトでもいいので、DJ ならではの曲がね、もうめっちゃいっぱいあるんで、見てるだけでも楽しいですよ。こう普段聴き慣れてる曲が全然違うアレンジになってたり、ミックスに悩んでる時とか意外とリミックスのレパートリーいっぱい持ってるだけで解決したりとかするんで、Apple Music にないようなクラブ映えするイケイケの曲が好きな人なんかはね、レコードプールの方が多く見つけられると思います。そんな感じで、いろんな方法を試してね、自分なりのルーティンを作ってもらえたらなと思います。参考になったよって人はですね、よかったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえると非常に喜びます。それではまた次回の動画で。